皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はホビーショーでも再販が発表されたタミヤのソアラです。ソアラは大好きで、再販されるものは購入確定済み。じっくりと予習を兼ねて発売前に手持ちキットから制作していきます。まずは2代目ソアラがどんな車なのか調べていきましょう。1986年1月に登場したトヨタソアラは、高性能なエンジン、優れたスタイル、豪華な装備がたちまち自動車ファンの注目を集め、高い人気を示し、最新カーテクノロジーを結集して世界の高性能 GT カーと肩を並べるほどの内容を持ってデビューしたのです。スタイルは先代の基本ラインを崩してはいないものの、空気抵抗を減らす様々な処理により全体的に丸みを帯びた洗練されたものに。エンジンや装備の違いなどから6つのグレードに分けられたソアラの最上級グレードが 3.0GT リミテッドです。エンジンは3リッターの直6ターボ、実に230馬力のハイパワーを発揮する当時の国産最強の高性能ユニットです。そしてこのパワーを支える足回りはダブルウィッシュボーンを採用。圧縮された空気にスプリング機能を持たせたエアサス装備車も設定されていました。豪華なインテリアもソアラならではのもの。本革のシートに加えてスウェード調の表皮材を使用して高級感をアピール。鏡の反射を利用したスペースピジョンメーターなど最新のエレクトロ技術満載のコクピットになっています。ステータス性も兼ね備えたソアラは当時究極のデートカーとして憧れ的存在になっていたようです。早速まずは仮組みから。今回の構想としてはフルノーマルでシャキッと仕上げる、特に顔。そしてせっかくのエンジン付きキットですので、エンジンルーム内をできるだけ手を入れていく。以上2点を押さえつつ進行していきます。まずはエンジン部分ですが、組み立てても問題ないパーツは組み立ててしまい、一気に塗装していこうと思います。エンジンのディティールは細部までしっかり再現され、さすが世界のタミヤ。このキットを30年以上前に発売しているなんてとんでもないことですよね。なんて思っていたらサージタンクを逆さに取り付けてしまいました。足回りだってダブルウィッシュボーンを忠実に再現。次制作するとしたら車高を落としたストリート系で作ってみたいと思っているのですが、車高を下げるならブレーキディスクパーツの取り付け位置をダボをカットしずらすのが一番手っ取り早くて簡単かと思いました。エンジンはフロントの足回りパーツに固定し取り付けです。ラジエーターや補給類を取り付けエンジンルーム完成。エンジンルームは 3D を使いつつパーツを製作したりパイピングなどを行い、隙間をなるべく埋めていきたいと思っています。ヘッドライトは分厚いクリアパーツが2層となっていて、合いも良くないのでなんとかしたいところ。インテリアは内張りが欲しいなと感じたので 3D でなんとかしてみようと思います。あとはボンネットですが、現状開口するだけなので固定し眺められるようにしていくのと、運転席側のフロント車高が高い気がするので調整していこうと思います。早速ヘッドライト周りと運転席側の車高に関して手を加えていきます。まずは運転席側の車高問題。これはエンジンルーム内の角がボディ裏面と干渉していたので少し削り塵り合わせをし解消です。おそらくボディの歪みが原因かと思いました。次にヘッドライトですが、モールドが違うクリアパーツ2つを組み合わせてインナーとカバーを再現しているようです。特にインナーのクリアパーツが分厚くカバーパーツが飛び出してしまいますので、分割線のディティールを追加しつつインナーパーツを薄く削っていきます。分割線のディティール追加は調光ブレードで筋を入れたのみ。仕上げていく段階で墨を入れるか判断していきます。パーツを薄くするのは筋彫り銅のセラフィニッシャーの役目。反り落とすように削り薄くしたら
曇ったクリア面をペーパーヤスリで800番から2000番と番手を上げつつ滑らかにし、タミヤの粗め、細め、仕上げ目の順で磨き、透明感を復活。インナーパーツが薄くなり、カバーがしっかりフロントに収まるようになりました。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm の刃は全体的な使用、0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に、なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他の部分との差を明確につけるため、 0.2mm の調光ブレードを使い、太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたら、ヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。次にボディの調整加工です。まずはドアミラーですが、モールドが浅い部分があったので深く彫り直し、調光ブレードで彫りました。あとはボディ全体のバリ取りです。金型の長年の疲れからか細かいバリが目立ちますので、320番から1000番まで番手を上げながら削り取っていきます。ボディ全体を指でなぞりながら細かい部分もチェックしつつ削っていきました。ドアのキーシリンダーは配給パーツのマイナスモールドに変更するので、 0.8mm のピンバイスで穴を開けておきます。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボグレーを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェーサーを拭いて、本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の鏡面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、鏡面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は
焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き捨てます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。